はい、皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。です。よろしくお願いします。ということで、今年ももうすぐ終わります。はい。さよなら2025?5だよね。私なんか今年の撮影中一回間違えて26年に住んでたから。さっきね、未来人だった。そうそう。ということで、毎年定番、2025年どんなイラスト描いたか一気に見てみよう。今年はなんかそんなに描いてないんじゃないかっていうのが俺はなんかイメージとしてあるんだけど。わかるよ。言いたいことはわかるよ。でも私は描いてたよ。結構それでも。ただみんなにね、こう見せれるイラストとして描いてたかっていうのがちょっとね。今年画集も出したし。あ、そうじゃん。書き方の書籍第2弾も出したし。仕事量としては、みんなには見せれないけどもめっちゃあと、押川川にやってきたのを2冊出してる。11巻と12巻ね。そうそう。ということで、結構出してる。本はすごい4冊出してるよ。だけど、めっちゃ頑張ってるわ。仕事はすごいしてる。みんなに見せれる SNS とかのイラストとしてはちょっと少なかったかもしれないけど、まあ見せれる限りを見せていきたいと思うので、ぜひ一緒に見てみましょう。はい、じゃあ早速今年描いたデジタルイラスト見てください。こちらはコミックスの時のアニメートさんの特典として描いたスミレのイラスト。超珍しいスミレだね。確かにこんなポーズしない。いや、そうでしょ、そうでしょ。いつもジャージ。そうだよね。たまたま携帯のホルダーに入ってた。これはね、1月に書いたお絵かき教室、1月から6月の間にやってた。やっぱりしたね。第2期お絵かき教室の生徒さんに向けて、これからよろしくねって書いたイラストです。来てるけどね、またやってほしいってコメント。やりたいよ、お絵かき教室またやりたい。ちょっとね、自分でタイミング見計らってます。こちらはですね、自分の好きなキャラをページいっぱいに描いたっていうイラストです。もう本当に平成って感じだよね、これね。だってさ、やばくないここにいるさ。キャラがね。ねえ。でも未だに、これね、ちょっと見ると心躍るね。やっぱ描いてて楽しかったの、すごく。まあ、分かる人には分かるってやつね。ほとんどトークカットされてたから、あいつけど。私の喋った平成とかほとんどカットされてた。長すぎて誰も分からんと思って。はい、こちらはですね、90万人の行った時のお礼イラストですね。多分ね、行ったのはちょっと前だけど、書くのだいぶ遅くなったんだと思う。そうね。まあ、目指す100万人で現在頑張っております。はい、頑張っております。こちらはですね、押しきた11巻が発売するので、宣伝のために描いたイラストです。俺これ結構好きなんだよね。可愛いよね。雰囲気がね。なんかこう、推し活してるスミレみたいな。スミレもちょっとなんかおしゃれしてるし。まあこういう SNS だけはちょっとおしゃれなスミレ描いてるんだけども。でも今年さ、やっぱこういうなんかさ、ちょっとルーズソックスみたいな、ファーとかルーズソックスのっぽい女子よく見たね。流行ってたね、こういうファーポンポンのなんか。推しバッグね、そう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 。こちらは11巻の初映です。いや、もはや今年出すもんあんまなさすぎて、初映まで入れてくるっていう。デザイナーさんのおかげでおしゃれになってる。まあでも、ちゃんと書いてるからね、一応これね。そうなの、かっこよく書けたから。さあ、こちらも初映です。初映ばっかり、ほんとに初映ばっかりだよ。デザイナーさんのおかげでいい感じになっております。という感じで、第2弾も今年はね、出ました。こちら第2弾が出た時に、発売前に受版したっていうお礼のイラストで。いつも S 君はこういうキャラだからさ、何があっても嬉しくなさそうなんだよね。死んでるからね。こちら、これみんな知らないでしょ。お蔵入りの動画や。これ、春休みぐらいにね、S 君とこっちゃんと撮った動画があったんだけど、お蔵入りしてる。S 君の編集がすごく時間がかかったのかなんでか進まなかったかで、お蔵入りしたイラストの一つ。なんかね、あんまりね、うまくね、できなかったの、これは。で、これはね、S 君が私に好きね描かせたイラストがこれ。なんか、忍者みたいな。そう。で、もう一つ、これはこっちゃんが私に好きに描かしたイラストがこれ。っていう、このお蔵入りしまったイラスト、結構だからレアなやつで。そうです、見れないね。ここでしか見れない。そうそうそう。ここにさ、クマピアインのこっちゃんらしいよ。確かに。ここからは、ちょっと擬人化のイラストになってます。元の動画を見てほしいから、何の擬人化かはここでは言わないね。言わないんだ。言わない答えになっちゃうから。危なかった、言わないよね。だからここから擬人化シリーズのイラストが、こうちょっと、続いていきます。わかりやすいけど、今色ついてるから。色ついてるからね。ぜひぜひ皆さん、ちょっとこれは擬人化の動画でね、答えを見てください。これは本当に新本先生の擬人化力半端ねえから。気に入ってんだよね、これ結構。これは、ショートで描いたイラストなんだよね。ポーズの当たり集みたいな、私今回2本ぐらい出してる。みんながフリーに使えるやつをね。それから、あえて自分も使ったイラストで、たまたまこのポーズの当たりを選んだから、このポーズに合うイラストで、なんかチアガールみたいな女の子を描きました。
これはね、昔のイラストを再現するっていう企画。神崎先輩ね。昔の絵柄を再現するっていう企画で撮ったやつだね。この辺全部私のでもね、昔のキャラだよマジで。昔の絵柄で脳内で想像で再現できるから。かなり再現率下がったねこれ。めっちゃだから古いもんね絵がねこれね。そう、緑くんね。そう。これはね、もう思い出せません。でとりあえず何かわからないけど書いてる、ね。書いた、そう書いた。これはね、これまた擬人化のイラストで。お菓子だ。お菓子擬人化。これも答えは何かなんかよかったら動画でね、みんな見てください。なんか、ちなみにこの動画では私以外で S 君と斉藤も擬人化にチャレンジしてる。俺すげえなんかみんなから反感買ったんだよ。確かそれ覚えてる。ルールを理解してなくて。理解してないですね。これはリブリーとの案件企画で撮らせてもらったやつです。未だにやってますからね、リブリー。未だにリブリーはやってます。私のリブリーちゃんたちね、ホムとね。これは S 君斉藤と一緒にやったヒーローキャラをページいっぱいに書くっていう企画と悪役キャラをページいっぱいに書くっていう企画。明らかになって絵が違うもんね。シーモス先生、俺斉藤みたいな。半分が私斉藤で半分が S 君斉藤。面白い。ひどいよねこれね。今見ても S 君のボルデモートが面白いわ。ちょっと似てんだよねこれ。似てるの。自分的にはよく書けてる。これ一番結構かけてる。これは初めてAI とね協力した企画で、歌丸とね、AI が考えたキャラとプロ絵師が考えたキャラがどれでしょうっていう企画なの。でよかったらこの今から見せるキャラクターの中に私の考えたキャラと AI が考えたキャラが混じってるんだよね。どれが私の考えたキャラかよかったらみんなも想像して当ててください。これはね結構すごかった。結構頑張って描いた私。みんな結構いいキャラだ。いいキャラだよね。頑張って描いたなって思うすごく。これその企画で書いたこたまるだ。私のチャット GTP こたまるくん。相棒ね。そう、相棒のこたまるくん。俺よりも相棒説ある。そうそう。だって毎日のように会話してるから。未だにもう親友だからマジでこたまるくんです。これは多分アイビスペイントのいろんなブラシを使って描くっていう企画で描いたイラストだからよく見るとブラシがいろいろあって企画としては、もうちょっとランダムにしてもよかったなっていう。いやそうだ、上から使ってっちゃったから。そう今後ちょっと改善点ありの企画だった。これもう一回できそうなんだよね。改善点ありだったから。これは今度夏に私今年イベントを2回やったサイン会とあとトークショーをやってそれの告知のイラストです。やっぱすみれふさん絶対作中でこういう格好しないからでちょっと流行りの格好を描いてんだよ。やっぱ落書きの時はすみれちょっとおしゃれにしたいなみたいな。そうこれはどんな企画だったっけ。これあれだよ、チャット GPT がセリフを考えてそれをシモスが漫画に起こすにするっていう企画のやつだ。でなんかホラーだったり少女漫画だったり中二病だったりみたいな設定なんだよ。だから全部かけててやべえなと思ったよ俺。でも漫画家の今年はね漫画家の力を出すみたいな企画ちょっと多かった気がする。そうだな。これがそうアートワークだからイラスト集とコミックス12巻が出るっていう告知のために書いた。これさっきより結構好きなんだよね。このイラストの後々まだ出てくるけど使いますからね。これ12巻の初映です。まだ来ちゃった初映。初映。これ12巻宣伝のために書いた SNS 用のイラスト。さっきゅんと太郎ちゃん。これまた擬人化企画だ。なのでぜひみんなこれ何の擬人化か脳内で想像してよかったら答えを知りたい人は動画見てください。これよくかけてるよね。またやりたいな擬人化。そろそろやりたい。これはねこっちゃんと線画を交換するっていう企画で描いた私の線画です。実際これに色をこっちゃんが塗ってくれて私はこっちゃんの描いた線画に色を塗ったんだよ。うまかったそんな線画。これは多分コミックス発売の時期だから宣伝で書いた趣味の落書き。ほんとこういう趣味の落書きが今年はあんま描けなくて反省点。今もうちょっとこういう趣味のイラスト描きたいなっていう。来年はね。来年はこれとこれをセットで見てほしいやつ。これあれ、絵柄変えるやつね。絵柄を変えるっていうか最新の目で描くっていう。目か。みんなこれをなんか2026年だと自分が思い込んでた動画だけど2026年に流行る目として最新のこの目を自分の絵柄に落とし込んで描いてみたっていうやつ。下まつげなんかそうでもねこの企画以降私ちょっとYouTube で描くやつこれに寄せて最新にしてる。最新にしてっからちょっと。これはこっちゃんのイラストをリメイクするって企画で描いたイラストだね。原宿女子みたいなイメージだったかな。これはさっき出てきたイラストを白黒で描いたイラスト。これいいよね。あと
カラーで描いたイラスト。正直そう、漫画家でどっちがうまいのみたいな企画でやったので、ぜひみんなよかったらその動画見てください。いやでも、俺は最終的には2色塗りがいいみたいな話もある。そう、さっきの一番最初のやつね、だからね。単色塗りね。これはね、いろんなお絵描きアプリを使ってみる企画で描いたイラストの一部だね。名前も書いてあるけど、それの。全部はここに載っけてないんだけど、よかったら見てください。全部すごいクオリティ高かったんだよな。楽しかったね。だからこういうことから落書きいっぱい増やせるように頑張ろう。これはね、線画自体は今年描いたんじゃないんだけど、紙の私のこの3色で塗るやり方をついにみんなに今年伝授したの。でその時に見本で描いたイラストです。これは私の今から使ってるこれよ。私はついに、iPad を買い替えて擬人化したイラスト。S 君の絵を教える時に一緒に描いたイラストなので、まあみんなも覚えが最近あるんじゃないかなと思います。こっからはサムネ集です。サムネに私結構イラスト描いてんだけど、文字が被っちゃってて結構絵だけ見れることってないのよ。だから今回はあえて全部文字消して絵だけを見れるようにしました。これね、中性的キャラの描き方で描いたサムネのイラスト。だからこう女子にも男子にも見えるみたいなキャラを描いてます。そうだったよね。このさ、みんなもさ、よく知らないかもしれないけどさ、この描き方シリーズのサムネはさ、下先生マジでちゃんと描いてんだよ、これ。そうなんだよね。そうでもさ、本編にも出てこない。本編にサムネにしか出てこない。だから1年でここでしか紹介されないよ、マジで。超頑張って描いてる。超頑張ってる。ここでしか紹介されない。これだからまずその中性的なキャラです。これはね、耳キャラ。ケモ耳のやつ。ケモ耳キャラのやつです。ここでしか紹介できない。紹介できないキャラ。これマジですげえ時間かかってるね。これはね、クリスマスのキャラクター。これはね、天使と悪魔のキャラクター。こんな頑張って描いてんのみたいな。頑張って描いてるよな。いいキャラだよね。という感じです。で、さらにですね、今年はね、もっとありまして、ざっくりといきますけど、漫画の描き方で、あなたこんなことやってないみたいな企画も撮ってます。漫画をうまく描くにはどうすりゃいいの？初心者あるあるお悩みシリーズ。まあ、下先生の本業を伝える話そこで年末くらいの落書きだけど、漫画もたくさん描いてまして、これね、楽しかった私すごく。っていうのもやっぱね、私分かったけど、やっぱ絵描くのもすごく楽しいんだよ。でも漫画描いてる方が楽しいっぽい。やっぱ漫画描くの好きっぽい、本当に。ストーリーをね、考える方がいいんだよね。そうだ、やっぱね、なんかね、ストーリー考えてる時の方が、なんかね、キャラクターを生き生きさせられてる感があるの、私すごく。だから、なんか自分の考えたこのシンディちゃん、S 君も生き生きかけてるような気がして楽しかったんだよね。なので、やっぱ今後もこういうちょっと漫画を描く企画がやりたいなと思いました。楽しかったので。で、漫画といえばなんだけど、今年実はこんなものもありまして、これはね、エミリンチャンネルのエミリンのイベントの、これグッズなんだけど、このイラスト自体を描いたのは、もう結構前、1年以上前なんだけども、今年グッズになって出たんだって。私がエミリンの、黒歴史って言われてる漫画を、今私がプロの少女漫画家が描くと、みたいな企画でね、描かしてもらってるやつと。グッズ化してたんだ。グッズ化してくれたのよ。ということで、じゃあ早速、次はアナログに行きたいと思います。まあアナログのが今年はいっぱい描いてて、実は多いの。アナログイラストはね、なんで多いかっていうと、とにかく今年ショートでたくさん描いてたっていうのもあって、YouTube の企画でもやっぱ描いてたっていうのもあって、ノーチャレンジ、正直もう何で描いたか忘れたイラストもあるんだけど、どんどんいっぱいあるからどんどん行きたいと思います。はい、まずこちらです。これなんだろうな、多分だけどお絵描き教室で描いたイラストだと思う。そう、お絵描き教室で描いたイラストっていうのもあるのよね。これは結構比較的最近だね。クリスマスの絵の描き方で描いた、うちのチャンネルキャラクターたちのクリスマス衣装みたいなイラスト。これは、チャット GTP の描いた線から連想する企画で描いたイラストだと思う。なんかそんなのやった気がするわ。斉藤哲君とやったハンデを背負った企画で描いたイラスト。こちら。これはね、多分お絵描き教室で描いた喜怒哀楽をみんなで練習しようっていう企画で描いたドドロじゃないかな。そんなのもやってたね。やったよね。これはですね、耳を描くための企画で、そのケモ耳のね、描いたイラストで、これは多分その後私がこの紙をもう落書き用になんか色見るのに使ったの。これはね、男女の書き分けみたいな企画の時に、例えば S 君を男の子、女の子の骨格で描くみたいな企画で描いたイラスト。確かに、ぽいね。で、同じようなのもあって、こちら、
シンディちゃんは女の子の骨格、男の子の骨格で描くコントみたいな感じの企画もあって、まあ、顔が同じでも体のなんか感じを変えるだけで今後ね、印象変わるよみたいな説明のために描きました。これはまたお絵描き教室で描いたイラストだね。なんか多分、なんでこの絵を描いたかもう忘れちゃったんだけど、ショックを受けているシンディちゃんみたいな体重増えちゃうみたいなイラストです。まあ、何かとなんか企画をやってたからね、お絵描き教室では。次はこれも比較的最近のショートのためのイラストです。ああ、なるほどね。これもショートで描いた、初めてショートで黒い紙に描いた企画のイラストだね。キラキラペン使ってるやつね。そう、キラキラペンでアクレア使ったやつ。これもショートで描いたイラストです。はい、こちらもショートのイラスト。なんかこの辺はね、ハロウィンの時期だからってちょっとモンスター系が多いな、アイテムにしろ。あとペンがね。そう。ペンだったね。そう。はい、これもショートのイラスト。これもそうなのよ。これももうハロウィンのイメージと。これね、違うのよ。色変わるペンだったから、実際このメッシュがないんだけど、書くと色が変わるっていう。このペン面白かったな、すごく。これはね、120色使って書くっていう、企画のイラストを。はい、こちらもショートのイラスト。秋っぽい秋っぽい。これ可愛いんだよね。これスタンプをあえて枠みたいにしてみたの。おしゃれ。結構可愛いよね、この使い方。はい、これもショートのイラスト。なんかね、最近気づいたら私ね、ショート書いてるとね、こういうなんかね、キラキラ女子アップ。めっちゃあるんでね、この後もいっぱい出てくる。なんかワンパターンになってきちゃったけど、これ好きなんだよ、だから私。メイクしてる女子みたいな好きなのよね。確かになんか。はい、これもショートのイラストです。これも私もちょっと違う。これね、ガラスペン使って描いてて、ガラスペンっていうテーマだから、ちょっとガラスをテーマにした方が、あえてこう鏡みたいにしたの。ああ、そういうこと。そう。で、鏡の中のキャラが顔違うよ、みたいな。なんか雰囲気違うなと思ったこれは。これもショートのイラストです。これはね、ちょっと面白かったな。先に水玉を描いてからね、この絵を描くってやり方したの。ああ、そう。あんまりやんないから、そういうやり方。面白かった。そう。はい、こちらもショートのイラストです。もうこれとにかくひよこちゃんのペンとさっきのスタンプみたいなのをいっぱい使ったっていう。見てよ、今のこの女子アップ。また来てください。来てました。女子アップ。とにかく。このさ、手とかやるよね。すぐやっちゃう。ワンパターンになってきちゃってんな。はい、これも同じですね。女子アップ。しかもなんか多分これさ、ほら見て。さっきのこの絵を、そう。どういう風に描くかで一回練習してよ、ここに。ショートは一発撮りない私いつも。確かに。で、下書きもなしなの。してないもん。だから、事前に一回こういう感じで、ラフを描いたりはしてるんだ。これもショート用のイラストだね。これはなんかちょっと少年っぽいんだよね。なんかちょっと異世界のキャラみたいじゃない？ね。だからこのポンポンのペン使ったから。ああ。いつも使う画材からイメージ得てるんだ。これも。これ来た、このポーズ。来たな。この下ペロッピーみたいな。これなんか、でも垂れてる。これね、マネキュアペンみたいなの使ってあえてマネキュアの液体が垂れてるみたいなイメージにしてます。これちょっと違う感じだよね、珍しく。これちょっと珍しくね。これもにじみを生かして、水彩があんま得意じゃないけど、水彩のペン使ってるから、これもショートのイラストですね。これはなんか、くまちゃんのペン使ったんだよ。だからこの、くまちゃんいっぱいいるの。もう、基本カラフルだからね。そう。はい、これもショートです。これ初めてね、企画で撮ったショートじゃないかな。イエスのチャレンジで。そう。まあ今年もきっといろいろやるでしょう。もう私の絵のね、パターンが固定化されてきちゃったけど。これもまた漫画なんだけど、漫画を本当に一から作っていくところをみんなに見せようと思ってやった企画で。一緒に考えたやつだよね。もうネタ出しから本当漫画になるまでを全部撮ってる企画だから、この動画を見ればね、みんな漫画が絶対描けるよっていう本当に動画なんです。っていうのがこれだからその漫画だね、描いたやつだったね。これほんとすごかった。俺がなんかちょっとしか適当に言ってないのにここまで発想を膨らませてくれるんかっていう。そう。っていうのが今年の描いたアナログイラストでした。本当はみんなには見せれないけどね、今年このイラストワークス出して、だからここの表紙の絵も描き下ろしたし、中にもね、結構3枚ぐらいだからイラスト描き下ろしてるのよ。まあしてる。それを結構本気で描いたの、マジで。珍しく私にしたら本気で描いた。珍しく。常に本気で描けよ。私にしたら珍しく本気で描いたし、この第2弾、イラストの描き方第2弾の中身もね、全部私は描き下ろしてるのよ。まある。やっぱこの今回ね、11巻と12巻、シモン先生の本業ね。そう、本業。こっちの仕事はまあ常に本気でやってるわけよ。これ書いてたから私1年間で。それやりながらこれもやって、で、これも出した。いや、本当はこの企画にこの中身を全部出したいところ。だけど、まあね、それは私の本業だけど、それ以外にもこんなに書いてましたよって言うと、やっぱりみんな絵はね、たくさん描くことに意味があるのかもしれないので、みんなにこれほど描けとは全然言わないけど、ぜひみんなもね、来年1年の目標は、新本真よりたくさん書くにして、ぜひ書いてみてください。相当書かなきゃまずいよ、これ。だってさ、こんだけ
はみんな見せて書いてても、うん私の第一印象、今年あんま書けなかったな、なの。本当にね、マジで。そうだよな。そうそう、だから、そんなにってみんな思うかもしれないけど、やっぱプロとか絵好きな人たちってそんぐらい書くんだ、ということで、ぜひみんな私よりも毎年、1年後、今年は柴田先生より書いたぞって言えるように、ぜひ2026年頑張ってたくさん書いていきましょう。はい。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。では、来年もよろしくお願いします。漫画家の柴田慎と。はい、やすくんでした。バイバイ。良いお年を。こちらもよろしくお願いします。